はああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそうそばにいるとだんだん気になる広がるふりしてくのかだんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね激闘クジラ合戦前編。とうとうやってきたか、クジラ十字軍。クジラ十字軍って捕鯨反対運動のですか？ああ、捕鯨反対のキャンペーンを派手にやって日本の捕鯨にとどめを刺す気だろう。副会長のワット氏の動きには目を離さないようにしてくれ。はいはい、かしこまりました部長。クジラ十字軍か。クジラ好きの我々にとっては大敵ですね、これは。副部長、クジラお好きなんですか？好きかって？そりゃもう僕はクジラで育ったようなもんですよ。へえ。なんか無性にクジラが食べたくなってきたわ。もう我慢できんぞー。やぼか、ほら寝てる場合か。起きろ、うまいクジラよ、起きろって言うんだ。クジラをクジラわかりましたよ。新宿の樽市もクジラ料理は豊富だけど今日は予約でいっぱいだそうですから渋谷のクジラ屋へ行きましょうか。5名さんお作りして。お待たせしました。こちらへどうぞ。おやおや、これはまた。どうも京極さん、ご無沙汰してます。どうかしたんですか？いや別に何でもないよ。偉い人に会っちまったね。ほっといたらいいですよ。そうそう、気にしない気にしない。まずは何から食べましょうか？へえ、たくさんあるのね、クジラ料理って。ほんと、ステーキとか唐揚げなんかは知ってたけど。料理だけじゃなくクジラの利用価値は大きいんだ。イサナトリと呼ばれた昔から日本人はクジラに多大の恩恵を受けてきたんだ。お待ちどうさまでした。おお、待ってました。この白いふわふわしたのはお味噌がかかってるわね。さらしクジラの味噌和えだよ。さらしすぎないのがいいね。まだクジラの脂が残ってて、へえ、ちょっとシコシコクチクチしてて面白い味ね。これは100ヒロね。美味しい？グー。100ヒロは腸を茹でて水にさらしたものだ。この歯ごたえが何とも言えないね。しかも味にコクがあって、この霜降り肉はお刺身？そう、これがクジラのお飲みの刺身だよ。あら、このお刺身凍ってるわ。
東京あたりじゃなかなか生のクジラは手に入らないからね。なんだこの刺身は。こんなものが食えるか。貝原先生、何かお気に召さないことでも。お気に召すも何もあるか。こんな刺身はまずくて食えん。私はお前の父親の代からこの店を知ってる。しかしお前の父親は決してこんな刺身を客に出さなかった。先生、それはですが。こんなものをクジラの尾道と言って売るとは不正直千番。帰りましょう京極さん。こんなものは食べるに値しません。いやはやなんとも。とても食えないのは無知と傲慢の塊の人間の方だよ。何？貝原先生、あなたは何もご存知ない。ちょっと副部長、やめといた方がいいですよ。いいえ、言わせてくれ。こう見えてもクジラのことなら学校給食以来いささかうるさいんだから。いいですか貝原先生。20年も前だったらそれはうまいクジラも食べられたことでしょうよ。流すクジラだってイワシクジラだってどんなクジラでも取ることができたんです。だが今は違う。取ることのできるクジラの種類も頭数も制限されているんです。取れるクジラの種類も頭数も制限されてるだと。そんなことも知らなかったですか。ちょっと。現在取って良い種類はマッコウクジラとかミンククジラとか 2,3 種類で頭数も最盛期の10分の1以下のはずです。いや副部長、それは違う。違うって何が？一昨年から日本は沿岸捕鯨を除いて一切の捕鯨ができなくなったんですよ。その沿岸捕鯨すらも去年の3月で禁止された。なんだって？それじゃあもうじきクジラが全然食べられなくなるんですか？その通り。クジラは日本人の食卓から完全に消えてなくなる。クジラを殺すのはやめましょう。クジラは地球上で人間の次にベリークレイバー頭のいい動物です。クジラは人間によって絶滅の危機に瀕しています。捕鯨反対の団体です。クジラを食べるのはやめましょう。クジラを食べるのは野蛮人の証拠です。営業妨害だ。警察を呼ぶぞ。ジェフだわ。ジェフ、何をしてるんだ。山岡さん、優子さん。ジェフ、さあ早く出て行け。山岡さん、優子さん、あなた方がクジラを食べるなんて。あなた方を見損ないましたよ。二度と来るな。おい、塩だ。塩を巻いとけ。くそ、こっちはクジラが手に入りにくくて苦しんでるというのに。苦しんでいるだと？そう言えるだけの努力をしているのか？日本が外国から捕鯨禁止を押し付けられてクジラが手に入らなくなるというのにお前は何かしたか？そんな、一体私に何ができるというんですか。国同士で取り決めたことですから、私のような無力な一個人には何もできやしません。本当にその通りだ。個人にできないことをしろなんて酷ですよ。今の連中のことを知ってるのか？日本を捕鯨禁止に追い込むきっかけを作ったのはまさにあの連中なのだ。最初はほんの数人で始めた運動が全世界を捕鯨禁止の方向に動かしたんだ。しかもその運動を始めたのは名もない何の力もないごく普通の青年だった。クジラ料理店にとってクジラは命だ。その命を取り上げられようとしているのになぜ何の努力もしようとしないのだ。私がさっきお前を罵ったのはこういう理由があるからなんだ。さらにそこの男はクジラについてはうるさいなどと言いながら捕鯨禁止がすでに実行されていることを知らなかった。
嘆かわしいことだ。日本の食文化の中で重要な地位を占めてきたクジラが身勝手で独善的な外国人たちのご利用しで今まさに滅びようとしているのに、当の日本人は何もせず見過ごそうとしている。京極さん、行きましょう。やはりこの店に来るべきではなかったようですな。いやはや、ほなまた。やられたな。こんな刺身は食べられないって怒鳴ったのは店主の無気力に対する怒りを表すためだったのね。私たちだって同罪よ。捕鯨禁止を気にしながら何一つしなかったんですもの。無名の青年が始めた捕鯨禁止運動を同じような俺たちが覆せないはずはないな。僕は情けなかった。まさかあなた方までクジラを食べるなんて。クジラを食べるなんて野蛮です。クジラは数が減ってるんです。これ以上殺したら絶滅します。クジラは人間の次に頭がいいんです。どうして日本人はクジラを食べるんですか？他に食べるものはたくさんあるじゃないですか。第一、クジラなんて美味しくないですよ。あんなもの無理して食べることはない。ジェフ、捕鯨禁止運動をしている人間はみんな君と同じことを言うよね。だったらまず何としてでも君を説得してみようと思う。冗談じゃない。僕は絶対に捕鯨反対の考えを書いたりしませんからね。まあそう結論を急がずにさ。大阪にはクジラ愛好家の京極さんもいることだからそこで話をしようよ。ええ、いいですとも。山岡さん、ジェフを説得できる当てはあるのかしら。美しい庭ですね。池、月山、石道路、庭石、植え込み、それぞれに素晴らしい美意識で配置されてるんですね。あれは獅子おどしですね。いいな、音まで演出してるんですね。ジェフ君はよう日本文化勉強してありますな。いやー、それほどでもないです。でもこれほど素晴らしい文化を持つ日本人がどうしてクジラを殺すような野蛮なことをするのか、それがとても残念です。お待ちどハンドス。おお、来た来た。綺麗な刺身ですね。真っ赤な肉の間に網目状に油が入って。そうでっしゃろ、わしの大好物や。さ、こうやって醤油にカボスを絞り込んでもみじおろしも入れる。それから刺身で朝つきをこうぐるっと巻いてやな。このタレをつけてこないして食べたら一番おいしいんねや。でも何の刺身かな。これはうまい。そうやろそうやろ。肉の旨味と脂身の甘さが溶け合ってコクがあるのに後味がすっきりしてるわ。はて、これは何なのか。こんな美味しい肉に出会ったのは初めてです。しかし不思議な肉ですね。獣か魚かはっきりしません。鹿やトナカイの肉にはこんなに脂が入ってないし、強いて言えば馬肉とマグロのトロを合わせたみたいな。ああ、そのうまい表現やな。この刺身が何なのかこれを食べるとわかるよ。同じ生き物の内臓だ。いい味だ。舌触りや歯ごたえが牛の胃袋に似てるな。近いね。それは腸だよ。これが腸ですって？
蒸すか茹でるかしてかなり身が縮んでるから、生きてる時は直径15センチ以上。そんな太い腸を持っている生き物といったら馬、牛、いやもっと大きな象、それともそう、これはクジラだよ。ひどい！捕鯨反対の僕にクジラを食べさせるなんて！僕は山岡さんを見損なったよ。ジェフ、クジラを食べるのは初めてだったのかい？当たり前です。食べたことがないのにどうしてクジラは美味しくないなんて言ったんだい？それはアメリカの食文化にはクジラがないからだろう。他国の食文化を自分たちと違うものだからって野蛮と決めつけるのはそれこそ野蛮な行為なんじゃないか。ジェフ君、日本文化が好きなんやったら言わしてもらうけどな、クジラを食べるのも日本の文化の一つやで。日本の文化の一つ？そうや。この料理をよう見とくんなはれ。クジラっちゅうもんをとことん知り尽くして研究し尽くしてある。何百年もいや1000年以上かけてわしらの祖先が工夫を重ねてきた食文化なんや。あんたら西洋人は牛やら豚やら羊やらいろんな肉を食べる。一方我々日本人は長いこと牛や豚などの獣を食べんかった。そやから昔の日本人は西洋人が獣を食べるのを見て野蛮や言うた。ジェフ君、それをどう思いなはる？そんなの滑稽ですよ。昔の日本人が牛や豚のうまさを知らなかっただけじゃないですか。その通りや。だったらどうしてクジラを食べるんが野蛮なんや？西洋人がクジラを食べんかっただけやろ。牛もクジラも獣であることに違いはないよ思うけどな。それはいえ、それは違います。クジラは賢い動物です。鳥や牛とは違う。そいつはおかしいぞジェフ。その考え方は人種偏見と差別の表れだぞ。人種偏見だって？そうさ。賢かったら殺さない、賢くなかったら殺していいなんて決めること自体差別や偏見だと思わないかい？それじゃ山岡さんは何なんですか？魚を食べ、牛肉を食べ、鳥を食べ、その上それをうまいのまずいのと言ってる。そんなの犯罪でしかないじゃないですか。そうだよ。俺はとても罪深い人間だ。俺だけじゃない。ジェフも栗田君も京極さんも、人間という人間は全て罪深い存在なんだ。どんな生き物でも、どんなに小さな道端の雑草でも、自分が生きるためには一生懸命だ。生きたいと強く願う気持ちに植物も動物も変わりはない。その命あるものを食べなければ人間は一日とて生きていけない罪深い存在なんだよ。菜食主義者だって決して無罪ではないんだ。牛を殺してもいいがクジラを殺してはいけないなんてことがあるものか。両方有罪だ。命あるものを殺さなければ生きていけない。これこそ人間が生まれつき背負った罪なんだよ。生まれつき背負った罪？仏教ではそのことを業と言うてる。そう。それが人間の本質であり、そういうものを背負った人間というのはとても悲しい生き物なんだ。その人間の本質を無視した捕鯨禁止論なんて愚劣なたわごとでしかないんだよ。でも山岡さん、鳥や牛は家畜として飼えるから増やせるけど、クジラはどんどん数が減ってるじゃないか。クジラは飼えないんだ。この上また捕鯨を始めたらクジラは滅びちゃうよ。ジェフ、クジラの数は減ってなんかいないよ。むしろ増えてるんだ。クジラが増えているって、そんなバカな。山岡さん、本当なの？嘘だ。クジラは滅びかけているんだ。確かにザトウクジラやシロナガスクジラはその数が激減した。だから1960年代に捕獲禁止にしている。ナガスクジラやイワシクジラも1970年代から禁止になった。
もう20年にもなるのね。その間にどのクジラも増えてきているんだ。だけど俺はシロナガスとかザトウクジラを取ろうと言ってるわけじゃない。最近まで捕鯨をしていたのは南氷洋のミンクだけだが、そのミンククジラだって増えてるんだ。嘘だ。何の根拠があってそう言えるんです？国際捕鯨委員会 IWC は毎年クジラの資源調査を行っている。それによると1978年には11万頭だったのが1987年には69万頭になっていた。IWC の調査でそんなことが？ジェフ、クジラ十字軍なんかがクジラが絶滅しかかってると言ってるのを本気で信じ込んでいたんだろう。私もクジラは滅びつつあるのだとばかり思っていました。しかしなんで反捕鯨運動家はそないな見えすぎた嘘を言うとるんや？反捕鯨運動家は大きく2つに分かれます。一つは熱狂的なクジラ愛好家、もう一つは職業先導家、つまりプロフェッショナルです。どちらもなりふり構わないんです。彼らはたとえクジラがたくさん増えてアメリカから日本までの海を埋め尽くしたとしても、クジラは絶滅しかかっているというでしょう。彼らの活動は IWC を混乱に陥れたんです。1946年の設立当時7カ国だった IWC は1982年の開催時には39カ国となり、そのうち捕鯨国はたった9カ国しかなかった。そしてその会議で1986年以降捕鯨を中断する決議が採択された。多数決でね。この結果日本は1987年4月以降南氷洋での母船式捕鯨ができなくなり、日本での沿岸捕鯨も1988年4月からできなくなった。しかし捕鯨は形式的に中断するだけで1990年までにクジラの数がどの程度になったかを調査した上で商業捕鯨をどうするか検討することになってる。じゃあ捕鯨を再開できるかもしれないんですね。日本の捕鯨関係者はそこに一縷の望みを託してるんだ。僕、東京に帰ります。今東京にクジラ十字軍の副会長が来ています。知ってるよ、ワット氏だろ。副会長に直接会ってどういうことなのか尋ねてみるつもりです。あ、こっちです、こっち。早く早く。ようジェフ、来てたのか。ちょうどよかった。これ南氷洋でのミンククジラの頭数だ。山岡さん。あ、どうしたのジェフ？山岡さん、優子さん、聞いてください。ジェフに何があったのか私には見当もつきませんでした。
ジェフったら突然泣き出すんだもの。クジラ十字軍のワット副会長から聞いた話がよほどショックだったのね。確かにその後ジェフから聞いたクジラ十字軍の実態は私が想像していた以上に感情的で汚いものでした。くそ、日本人をなめるなよ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ激闘クジラ合戦後編」お楽しみに。